中二君、世界征服を企む男だ。今回はベトナムのキックボクシングジムに殴り込みだ。ジムの中に隅にリングが用意されている。中二君には少し窮屈だが許してやろう。恒例のグループレッスンに参加。フィジカルトレーニングから技術トレーニングとイケメンコーチが丁寧に指導してくれる。お待ちかねのスパーリングタイムがスタート。ボクシングルールではあるが、中二君の圧倒的な技術とセンスが頭一つ抜けている。それもそのはず、このクラスはビギナークラスのようだ。その中でも無謀にも中二君に戦いを挑んできたベトナム人がいた。話を聞くとまだ格闘技歴は4ヶ月らしい。怖いもの知らずとはこのことかと内心ほくそ笑む。コーチが心配し必死に中二君への攻略法を急いで伝授。無駄な努力だ。リングに上がるや否や、ベトナム青年からは完全に笑顔が消えている。それもそのはず、対戦相手は日本代表神風の中二君。さらにはルールはキックボクシング。蹴り技が解禁されているというベトナム青年にとっては非常に不幸なルールだ。得体の知れない外国人相手に緊張するなという方が無理がある。少年よ、人は倒されて強くなるのだ。その勇気に免じて今回は特別にトグロ 80% モードで戦ってやろう。コーチは入念にルールを確認。開始早々硬直するベトナム青年。牽制で放った中二君の竜巻バックスピンキックがまともにヒット。意を決して放ったベトナム青年の右ローキックは中二君の大切な場所へクリーンヒット。その作戦があったか。予期せぬ奇襲に動揺が生まれる中二君。コーチは解放してくれるが、もしかしたら黒幕はコーチでベトナム青年に授けた作戦かもしれない。怒りを込めた中二君の右ハイキックが命中。ベトナム青年は右のキックを中心に攻め立ててくる。ベトナム青年のキックの位置が若干急所に近く、やはり先ほどの攻撃は偶然ではないことを確信する中二君。
その勇気に免じて故アンディ・フクの必殺技かかと落としを披露する中二君。逃げ腰しながら帝王中二君へ果敢にも攻撃を繰り出すベトナム青年。多彩な切り技のレパートリーに萎縮するベトナム青年。必死にキックを返してくるが懐が深い中二君にはわずかに届かない。ベトナム青年は試行錯誤して打開策を見つけようと躍起になってはいるが、中二君のオーラになすすべもない。ここで中二君は金丹奥義コケコッコーキックを発動。見事に決まり、ベトナム青年の背骨は完全に破壊された。ここでコーチから奥義の禁止令が出される。コケコッコーキックはあまりにも危険すぎる技としてベトナム六法全書に正式に記載されているらしい。知らなかったとはいえ国家レベルの危険な技を使ってしまった中二君はこの時ばかりは大いに反省。後になって判明したことだが、ベトナム政府が緊急対策として全ての学校でコケコッコーキックの使用を禁止という校内放送があったようだ。ベトナム青年の渾身の右フックが中二君のボディに命中。禁断の技を使ったことをきっかけにベトナム青年も吹っ切れたのか玉砕覚悟で向かってくる。すぐにボディへのパンチをお返しする中二君。負けず嫌いな性格は相変わらずだ。攻撃は最大の防御という言葉があるように少しずつ流れを呼び込むベトナム青年。パンチに手応えを感じたのかパンチ主体の攻撃に切り替えるベトナム青年。頭はスマートで切れるようだ。間合いの取り方もうまい。パンチやキックが交差するたびに日本とベトナムの親睦が深まっていく。戦う者にしかわからない聖域ではこうして友情が築かれていく。最後の力を振り絞り逆転 KO を狙い中二君のあばらを折りに来るベトナム青年。中二君のエクストリーム左ミドルを受けてもなおパンチのコンボを返してくるベトナム青年。素晴らしい根性だ。学生時代10分しか自主勉強ができなかった中二君は敵ながら尊敬を覚えた。ベトナム青年の目も慣れてきたのか中二君の華麗なキックも空を切ることが多くなってきた。気分が乗ってきたのか攻略法が分かってきたのか、先ほどまでとは嘘のようにベトナム青年は一気に攻撃に転じる。格闘技はこうして戦いの中で流れがあるので、それを味方にするのも重要な戦術の一つである。左右のパンチをブンブン振り回すベトナム青年。対して冷静にローキックでダメージを与えていく中二君。相反するスタイルがベトナムダナンで火花を散らす。ここでベトナム青年は捨て身の全体重を乗せた会心の右パンチを中二君に見舞う。さらに追撃としてまた際どい位置へのキックを放ってきた。そうか、中二君はもちろんのこと中二君の子孫も根絶やしにする作戦か。下腹部の痛みに耐えながら中二君は作戦を練り直す。ローキックで足に注意を促し顔面への竜巻バックスピンキックを再発動。しかしガードされ逆に後頭部にパンチを被弾。そしてなぜか被弾した中二君ではなく攻撃した側のベトナム青年がコーチに自白。なるほど、心理的にも惑わす作戦か。やや劣勢になりつつある中二君もここからギアを上げ始める。キレのある前蹴りを皮切りにパンチで翻弄しローキックで痛めつける。まさに悪魔的な板振りコースター。中二君のローキックがいい角度で入っているがベトナム青年にはあまり効いているようには感じない。ベトナム青年は若さもありまだまだパンチに体重が乗っており一発逆転の可能性を秘める。
ベトナム青年は思うように攻撃ができないのか、フラストレーションが溜まっているようだ。臆することなく最後まで中二君を追い詰めたベトナム青年。敵ながらあっぱれだ。さあそろそろ眠らせてやろう。永遠に。ウルトラマジカルと奥義を出そうとしたらタイムオーバーだ。運がいいな、ベトナム青年。わずか4ヶ月の格闘技歴でこの帝王中二君と互角に戦えるとは、ベトナムもなかなかつわもの揃いのようだ。ホイアンで有名なチキンライスを食べながら引き続き世界征服の計画を練る。また会おう、諸君。